関税。関税で全世界を騒がせているトランプ政権。アメリカ生まれ、アメリカ育ちの私。そしてその上で日本大好きなアメリカ人の一人としての意見を言わせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。関税。非常に難しい話ですよね。いろいろな意味で。他の方の見方とかも違うかもしれない。私はこれ複雑な感じになってくるんですよね。というのは、アメリカ人。アメリカファーストを信じているアメリカ人として、今の大統領、トランプ大統領はもう何よりアメリカファーストを優先にアメリカを考えていることをもう支持しているアメリカ人が多いです。一方、日本好きなアメリカ人として、日本寄りのアメリカ人として、日本人じゃないんだけど、日本の立場から見て、この関税はどうなっているのかと。日本にとっては非常によろしくないんじゃないかという立場も理解できるんですが、ちょっと40年前、50年前に戻ってから、私の話を聞いてください。70年代と80年代によくウィスコンシン、おばあちゃんがウィスコンシンに住んでて、ニュージャージーからウィスコンシンまで車でよく行ったり来たりすることがあったんですよ。その時から覚えてるのは、そのちょうど通るところが、80号線を通るのは、ラストベルトと呼ばれている、もともと50年代、60年代、70年代までアメリカの産業、ものづくりの国があった強いペンシルバニア州、オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州をいつも通ったんですよ。大学もウィスコンシンになったので、自分もさらに一人で行ったり来たりすることをいつも同じ80号線を通るたんびに思ったことがあったんです。もともとこの町で作られたものがどこに消えたの？なんでないの？なんでこの町に大きな工場があって、でも誰もいない。ゴーストタウンになっている。治安が悪そう。道が汚い。周りのビルが崩れている。何も誰もいない希望とかもない、もう死んでた町が多かったんですよ。なぜかなっていつも思ったんですよね。もともとその通ってた町にあった産業。まずは家電は70年代と80年代アメリカで RCA、ゼネス、GE、マグナボックスという大きなメイドイン USA の工場がいっぱいあった。それ以外にも洗濯機、冷蔵庫、乾燥機などのもの、メイタグ、シアーズ、フリジデアとかそういうところの工場もいっぱいあった。オハイオ州、インディアナ州、あの辺りも自動車産業、車の工場と関連のパーツのところがいっぱいあったんだけど、あった街が汚くなったり、終わってたようなことをいつも感じてたんですよね。スチール、鉄鋼産業、ペンシルバニア、ピッツバーグ、オハイオなどに大きな工場があった。70年代、60年代と。でも消えたんですよね。なかったんです。もともと元気であった、もともとすごい強い、もともとアメリカを作った、背骨と言ってもおかしくはないぐらい強いそのラストベルトに何もなかったラスト。ラストはサビの意味なんですよ。錆びた、終わった、何もない街になってしまったところが多かったんですよね。いつもなぜかなと思って。アメリカの産業はどこに行ったんだろうと。ということを大学生の時にビジネス専攻していたからこそいろいろそういうことをやっぱり考えちゃうんですよね。どうなったんだろうその時は70年代と80年代。メイドイン USA という力のあった国になんでこんなにたくさんの産業が消えたのか。ご存知の通り、日本がアメリカの市場にいいものを安くも作って車、テレビ、電気関連のものを70年代から80年代にかけてアメリカに入ってきて、よりいいもの、より安くいいものを買えるっていうアメリカの消費者としてそれを見て、ありがたいことなんだよね。素晴らしいものは遠い日本から来た
安く買えるアメリカで作られたものより質もよくいいものだということをもう安く買えるっていうことになったんですよね。アメリカ国民の考え方が変わったんですよね。まあアメリカで作れなくても別にいいんだろう。アメリカで作る必要はないんだろう。アメリカでこんな安くいいものは作れないからいいやと。いろんな産業が海外に流れた。1991年に私日本に初めていたんですよ。その時は日本に行って感じたことはいろんなところ、まあ東京もちろん大きな街にいたんだけど、田舎にも行ったり来たり、いろんなところを回りながら思ったのは日本の生産の力、メイドインジャパンの力、何でもメイドインジャパンだった頃だったんですよね。メイドイン他の USA とかあったわけでもないし、メイドインチャイナっていうのもあったわけじゃない。全部メイドインジャパンの素晴らしいものが多かったんですよね。もちろん輸入のものはあったり、家具とかもあったり、他のもの、アメリカからの家具とかイーサンアルンとかって当時まだあったんですが、メイドインジャパンのものが多かった。これをよく覚えてる。すごいな。かっこいいな。日本は何でも作れるな。日本人は細かいな。こだわって何でも作る。もっとアイデアがあったものを改良して改善して、よりいいものを世界一のものを作れる日本を見て、憧れたんですよね。すごいなと思いました。が、たった30年、40年後に考えてください。日本のテレビ産業はどこに消えたんでしょうか。元ソニー、パナソニック、山陽、東芝、日立などなども日本の大きな有名な全世界で名前のあった、今でもその名前があるんですが、日本国内で作られてます？作られてるテレビもないんでしょうね。半導体、当時のコンピューター、電気製品などのね、表に日本の名前がなくても中身が Made in Japan、セミコンダクター、チップなどのプロセッサーなどが Made in Japan のものが多かった頃があったんですよね。今はよく思い出してみると、韓国、台湾、中国に流れてしまった産業ですよね。車のパーツ、電装、愛信、日本製機などなどの自動車のパーツメーカーが全部メイドインジャパンの頃があったんですよね。私はその時90年代とかはおそらくそうだったんですが、今はタイ、中国、もう日本で作っているものがその面ではわずかになってしまったことが今の現状ですよね。船、造船のこと。日本、もうアメリカももっと昔、アメリカもすごかったんですよね。戦争の頃、アメリカ自分たちで造船していたのに、日本が強くていいものが作れて、70年代、80年代の日本の造船産業が世界一だったんですが、今は韓国、中国に行ってしまったことが。昔私、大学生の頃、もう信じたことがあったんですよ。自由貿易。貿易が自由、フリートレードである限り、これは世界にとって、それぞれの国にとってこれはベストだと、信じてたんですよ。だからこそ関税を追加するってトランプ大統領が言った時から、と思ったんですよ。ビジネスマンであること、頭がいいということも私は信じているんですが、関税はなぜこれ使うのかって、何のために使うのかっていうことを、冷静になってから考えれば考えるほど、なるほどなっていうところがあったんです。Made in USA。同じく日本から見て、Made in Japan。その頃のアメリカ、その頃の日本、ジャパンと今と比べて幸せだったんですよね。強い国だったんですよね。アメリカも日本も。でも自由貿易。他の国に安いものが安く作れるから、安く買えるから。ということは、それしか考えてないアメリカ。もしくは日本も同じように考えてしまって、中国が安い、韓国が安い、台湾が安い、ベトナムが安い。これもう日本で作る必要はない。アメリカで作る必要ない。これもう輸入すればいいんじゃないかという頭になってきて、30年後に考えてみて。この前のパンデミックの時に、薬があったんですか？アメリカには。なかったんです。中国に薬頼ってるんですよ、アメリカは。ペニシリン、アスプリン、などなどのもの、必要なものが輸入しないとアメリカにない半導体、アメリカで作ってる半導体なんかはある？
今からはまたあるかもしれないって、必要なもの。マスクとかはアメリカで作ってるものではないし、日本はどうですか？日本ではそういうものをまだ作られているのでしょうか？それか海外に頼っているのでしょうか？あの国、この国、日本は決して友好関係のある国ではないところに頼っていることがいいことなのでしょうか？そしてもっと深い意味で考えると、もともとその産業をやってた何百万人の人、数十万人の人、ピッツバーグにいた人たち、東大阪にいた人たち、ヤングスタウン、オハイオにいた人たち、岩手県の釜石にいた人たち、などなどの、もともと生産の力のあったところが今どうなっているのでしょうか？そういうところが。町に誰もいない。若い人が残らない。町自体が失業率などが通常より高い。二度もそういうところになんか戻ってくることはある？今の。長年、もう90年代から WTO、ナフタなどなどのその貿易協定がいろいろあって、いや、これすれば自由の貿易の自由貿易でアメリカにもプラスになるっていう、もうそれぞれの大統領、共和党、民主党などなどのもうずっとみんな言ってきたんですよね。で、結局アメリカ国内から、日本国内からもうそうかな、海外にもう行ってしまった産業が、技術もそのまま持ってかれて、取られて、盗まれて、戻ってくることはある？安いものとして戻ってくるんだけど、あと何があるのかっていうことは結局、もともとそういう工場で働いてた人たちが、他のトレーニングして、コンピュータ関連のトレーニングを受けたら、そこの方に行くと。だから、雇用の問題とか必要などのことがないようにというふうに言われてたんですが、実は、そのもともと工場で働いてた人たちが今どうなってるのか。もともとそういう生産地にあった工場とか、住んでた人たちとか元気な街はどこに行ってしまったのか。消えたんだよね。その人たちが今何しているのか。物を作れる人がいるし、コンピューターできる人が、だからってみんな同じようなことができるわけじゃないっていう甘い考え方だったんですよね。騙された。我々は。アメリカ人も日本人も。だからこそ、Made in アメリカ、Made in Japan、その考え方に戻る必要があるんじゃないかと私は思います。80年代、90年代からトランプもよくテレビに出て、政治家になる前からいつも言ってたことは、なんでアメリカで何も作ってないの？アメリカファースト、アメリカの国民、日本人も同じく、なんで日本でこれも作ってないの？なんで日本はこれ全部海外に頼ってるのかっていうふうに考えてる人が多いような気がします。日本から見てトランプに関税が追加されることが決していいことではない。やばい、アメリカの国民も日本車をもっと払わなきゃいけないとかっていう頭を持っている人が多いかもしれないんですが、日本の素晴らしいことが、私が一つもう褒めたいと思います。80年代、90年代、メイドインジャパンってあって、もうアメリカに物を、日本から輸出しながら、アメリカ側から見て輸入しながら、アメリカに工場を作ったのは日本はすごい。いろんなところにテキサス州にお金投資したり、インディアナ州、ケンタッキー州、いろんなところにアメリカ国内にトヨタの工場を作ったり、ホンダの工場を作ったり、日産とか、日本の大手企業がアメリカに来て、アメリカ人の雇用になったんですよね。そこなんですよ。メイドインアメリカのものに関しては関税がゼロ。トランプは目指しているのは、またメイドイン USA。メイドイン USA。アメリカ国内で再びものを作ることが国の背骨です。ものを作ること。他の国に頼るんじゃなくて、他の国に頼るよりも自分たちで作ることが必要だっていうことがトランプの頭の中にある。私も長年いろいろ見てきて、死んだ町、日本国内回って東大阪、釜石などなどのもともといろんなところを作ってた町を見て、またいつかメイドイン USA、メイドインジャパンがこれ必要な考えなんじゃないかという私は思うようになりました。トランプは、その世界の貿易をいろいろリセットしようとしている。鉄鋼の原理。アメリカの力を分かった上で、ビジネスマンとしてアメリカにとってアメリカファーストなんだから、彼がアメリカのために優先に考えるタイプなんですが、関税
関税って出したあれで、彼は分かってた。みんながもう話しに来る。日本も来る。いろんな国が話し合いしましょう。最終的にウィンウィンのことを考えていると私は思います。でも、もっと深い意味では、日本人の方も考えてみてください。昔、メイドインジャパンのもの、何でもメイドインジャパンって考えずに多分買ってた。当たり前だっていう。これが今、買ってる手元にある、周りにあるもの、メイドインジャパンのもの、どのぐらいあるのでしょうか。これから長い目で国のために、メイドインジャパン、メイドイン USA は必要なことなんじゃないでしょうか。私はそう思っております。すので、今いろいろ交渉とか関税の話の中いろいろ大変だと思うんだけど、毎日こうだだでもう騒いでこうなってパニックになるよりも、ちょっと落ち着いてトランプのアプローチも分かった上で、いいこと交渉すればいいと思うんですが、もっと長い目で、これからのためのメイドインジャパン、どこにこれを任せてるからという、安く買えるからというんじゃなくて、日本人のため、日本国内のためにものを作ることが必要だなっていうことが私は思っております。スティーブ的視点のスティーブと言います。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。5月17と18日、愛知県でフィールドスタイルショーが行われます。私本人がそのイベントに参加します。ハードカーゴという軽トラ用のキャリアを作っているもうすごくいい会社で好きな会社のブースの中におりますので、よろしかったらその時にお会いしませんか。サイン会、ツーショットなどなどと、あと新商品。こういう T シャツ。これはメイドインジャパンの T シャツですよ。キャップも日本でも作ってるんで、これですよね。アメリカと日本。これからも大変なこともいろいろあると思うんですが、友好関係がある。アメリカと日本は本当に素晴らしい国たちだと私は思っています。そので、だからこそ自分たちの国の国内事情を考え直しする必要があるんじゃないかと思います。トランプ大統領がそこをやっていると思うし、日本人も日本国内のためもこれからのためも同じように考えてください。